こんにちは。年収300万円のガレージライフです。カーボンシートを車の外装に貼り付けると、デザイン性が上がります。プロに貼り付けをお願いする場合の費用は、フルラッピングの場合、高額になりますが、自分で貼り付けを行う場合、かかる費用は、カーボンシート代の数千円から数万円のみです。今回は、実際にカーボンシートを貼ってみて、貼り方や注意点、またカーボンシートの選び方について解説します。1種類。カーボンシートは大きく分けて、ドライとウェットの2種類があります。ドライはカーボン層を何層も重ねているため、耐熱性に優れており強度が高く、それでいて軽量です。その性能の高さから、レーシングカーや飛行機など耐久性を求められる場所で使用されていますが、それだけに値段も高価です。一方、ウェットはドライよりも重量は重く強度は劣ります。2質感。3D、4D、5D と数字が大きくなるほど、ツヤ感が出て、カーボンのリアルな質感になります。ツヤ感を出したい人は、5D 以上がおすすめですが、傷が目立ちやすくなるのがデメリットです。マット感のある 3D タイプは、少々の傷は目立ちにくいので、3D タイプを選ぶのがおすすめです。3貼り方。貼り付ける部分よりシートが小さいと、後で継ぎはぎのようにシートを貼り付けなければいけません。せっかくのデザインが損なわれるので、貼り付ける部分よりもシートは大きめにカットしてください。カーボンシートを貼り付けるときは、真ん中から貼り付けていき、徐々に端へと貼り付けてください。こうすることで、余計な気泡をできにくくします。ドライヤーやヒートガンなどで熱を当てると、シートは伸びるので貼りやすくなるでしょう。また、ヘラを使いながら、気泡ができないように、丁寧に貼り付けてください。シートは大きめにカットしたので、貼り付けた後は余剰部分が出てくるので、この部分はカッターで切り取っていきます。車のボディを傷つけないよう慎重に切り落としてください。最後に、シートの端を内側に折り込んで完成です。とても簡単そうに見えますが、実はかなり難しく大変です。実際に、私も失敗してしまいました。というわけで、カーボンシートの貼り付けは断念しました。自分で施工するのは難しい。そんな場合は、コーティング専門店に相談してみましょう。でもボンネットは黒くしたいので、次の手段に移ります。まあ得意な塗装にチャレンジしてみたいと思います。今回使ったのは、ラバースプレーです。ラバースプレーとは、ゴムでできたスプレーです。アクリルスプレーは塗ったらなかなか塗装面を落とせないのですが、ラバースプレーであれば簡単に元に戻せるので、カスタムカーショーなどでおなじみ。しかも洗車機や高圧洗浄機にも耐える耐久力があるとのことで、このラバースプレーに白羽の矢が立ちました。1、ラバースプレーの塗り方。ラバースプレーは通常の塗装と同じです。塗装面をしっかり脱脂し、塗りたくないところをマスキングして30センチメートルほど離れたところから薄く3、4回に分けて塗装していきます。マスキングとは、色を塗りたくない、または色がついて欲しくないところを隠すことで、再塗装したい箇所を囲うようにマスキングテープで新聞紙を留めます。この時、再塗装したい箇所を残して、ボンネットは全部マスキングすると良いでしょう。また、窓ガラスにも塗料が飛散しないようにマスキングしておくことをお勧めします。マスキングが終了したら、塗装する箇所を掃除します。シリコンオフを使用して、表面の油やホコリを取り除きます。下地処理は、塗装をきれいにするためにとても重要な工程なので、じっくりと時間をかけ作業をしましょう。コツは、何度も塗って厚くすること。塗装面を厚くすることで、剥がしやすくなるみたいです。1回目の塗装が終わったら、それが適度に乾くまで待ちます。
重ね塗りをしていくのに、塗装の表面が乾いて中が乾かないということを防ぐためです。慌てずに2回目の準備をしましょう。塗っているとゴム面が同化していくので、多少ムラがあっても重ね塗りで綺麗になっていきます。このようにリカバリーできるのも嬉しいですよね。2、ラバースプレーの剥がし方。剥がし方は普通のシールと同じです。端っこからゆっくりと剥がしていけば綺麗に剥けます。この際、ドライヤーは使用しません。ドライヤーの熱により塗料がやれやすくなるみたい。もしもうまく剥がせなかった場合は、パーツクリーナーを使えば溶けていきます。そのまま拭き取ってしまえば問題なし。ただし、年数がかなり経過すると硬化して箔がしにくくなるので、1年に1回くらい塗り替えた方がいいみたいです。私はもう3年もそのままですので、剥がすのに苦労するかも。ラバースプレーの塗装面に絶対に使ってはいけないものが、アルコールとワックスです。これらは、ゴムを劣化させたり溶かしてしまう恐れがあるので注意。もし塗装面が汚れたら水洗いで対処します。ちなみにカーシャンプーは使えるので、手洗い洗車もできます。ただ、ガソリンスタンドの洗車機に突っ込んでも大丈夫なのかは謎です。というわけで、洗車機に突っ込んでみました。さて、ラバースプレーをボンネットに塗装して、数週間、一度も洗車していなかったのですが、普段私の洗車といえば、ガソリンスタンドのドライブスルー洗車。手洗いは面倒なのでいたしません。ラバースプレーのボンネットを洗車機に入れて大丈夫かな、実際に入れてみます。ジェット水流洗車を試してみたかったのですが、1回1200円もするのでやめました。普通のシャンプー洗車です。終わりました。洗車機に入れても、特に破損や剥がれは見られません。すごいじゃないか。ラバースプレーはその性質上、表面がザラザラしてるので意外と汚れます。今回も洗車をして拭き取らなかったら、白い点々が残ってしまいました。以前貼り付けたリムステッカーとピンストライプも無事です。なぜこのような検証ができるのかというと、アルトバンが非常に安い車だからです。安い車なので DIY で塗装できますし、洗車機に強気に突っ込めるんです。車両価格は30万円前後ですし、それなりに楽しく運転ができるので、セカンドカーにおすすめ。もしセカンドカーで軽自動車を探しているなら、アルトバンを検討してみることをお勧めします。